第14章、羊皮紙と2つの可能性。円盤がまた別のところに位置している間、僕はアミの手で書かれたクラトの羊皮紙の翻訳文を読み始めた。愛とは意識のデリケートな一成分のことである。それは存在の深い意味を教えてくれる。愛は唯一の合法的な麻薬でもある。間違って愛が生み出すものを酒や麻薬の中に探す人もいる。愛は人生において最も必要なものである。賢者はその秘密を知っていて、ただ愛だけを探した。他の人はそれを知らないから外ばかりを探した。どうやったら愛が手に入るかって？愛は物質でないからどんな技術も役に立たない。それは思考や理性の方には支配されていない。思考や理性の方が愛に従っているのだ。愛を手に入れるには、まず愛が感情ではなく存在であるということを知ることだ。愛とは何者かであり実在している。生きている精神である。だから我々の中で目覚めると、我々に幸福を、そしてすべてのものをもたらすもの。どうしたら愛が来るようにできるのか。まず最初に存在していることを信じること。愛は見ることはできない。ただ感じるだけだから。それを神と呼ぶ人もいる。それができたら心の奥底にある住まい、つまりハートに探すことだ。それはすでに我々の中にいる。呼ぶ必要はない。来てもらうように願うのではなく、ただ自由に出るようにさせてやること。人にそれを与えてやるようにすることだ。愛とは求めるものではなく、与えるものなのだ。どうやったら愛が手に入るかって？愛を与えることによって。愛することによって。愛って一つの存在のことなんだね。それって僕が今まで読んだどの本にも書いてなかった。アミは操縦桿を動かしながら笑って、いや、書いてあるよ。ある本に。どの本？僕それ読んでないよ。小さな宇宙人は面白がって言った。いや、読んでる。読んでるどころか、それは君が実際に書いた本だよ。あそこにちゃんと書いてある。アミ小さな宇宙人？そう。よく思い出せないな。じゃあ、もう一度読み返してみることだね。でも本当に君たちはおかしいと思うよ。誰かが目も当てられないような野蛮なことをしでかしたりすると、あの人は悪魔に取りつかれたなんていう。ネガティブな力は一つの存在の形だって想像できるのに、誰かが愛と共にいるとき、誰も神に取りつかれたとは言わない。思いつきさえしない。そのことをちょっと考えてみたらいい。でもそれよりも老人クラトのアドバイスを実践する方がもっといいけどね。ビンカが僕の横に来ていった。今の私にとってそれって優しいことよ。君の愛はペドリートだけでなく、さらにもっと広げていってほしいものだよ、ビンカ。キアの人々は君を必要としているんだよ。そうだ、君がそこに戻る前に一つ録画を見てみよう。どうして？またキアへ行くの？ビンカは驚いて聞いた。今キアに向かっているとは言っていない。でもその時は遅かれ早かれやってくるよ。じゃあ仕方ないことなの？ビンカ、君はいつまでもここにいるわけにはいかない。自分の星に戻り、また本を書いて人々に奉仕し続けるべきだ。ペドリート、君も同じだ。さあ、その前にこれを見よう。窓の外に暗い灰色の世界が現れた。全く興味が湧かなかった。ビンカも同じだった。ただ二人で手を握って悲しい視線を交わし合っていた。もうたくさんだって、安物のメロドラマは。アミは笑って叫んだ。だって別れなくちゃならないんだもの、僕たち。だとしてもどこに問題があるっていうの？いつまでも別れ別れでいるわけじゃないんだ。永遠に一緒になれる可能性があるっていうのに、一体何を言ってるんだい？さあ、これを見よう。
ある世界が破滅してしまった時の録画だ。アミは何とか興味を持たせようと興奮したように言った。でも僕たちはとても悲しくてそれどころではなかった。アミは僕たちの様子を見て映像のスイッチを切った。いいかい？進歩するということには執着を乗り越えることを学ぶということも含まれているんだ。だって精神はいつも自由を求めているからね。でも僕たちは愛し合っているんだ。本当の愛は執着とは違うんだよ。お互いに束縛し合ったりなんかしないんだ。本当に愛し合っている人はいつも一緒にいる必要はない。ナミが本当のことを言っているのか、それとも冗談なのか全くわからなかった。でもそれは僕たちの悲しみを克服するのに役立った。再びスイッチが入れられた。窓ガラスに映像が映り始めた。これは救済計画に参加したこの世界の人々のすべての努力も虚しく、暴力と悪とを克服できなかった世界の実際の記録なんだ。見てごらん。その星の大気は濃い灰色の雲の層にどっぷり覆われていた。たくさんの空飛ぶ円盤が地上に向かって下降していった。今見ているのは救出作業だ。円盤が700度以上ある人たちを探し出しているんだよ。本当に悲しいことだ。失敗してしまったんだ。すべての努力が全く水の泡となってしまったんだからね。地表はどこも激しく揺れ動いていた。海岸線にあった都市は大津波で一掃されていた。映像はドキュメント映画のように淡々と荒涼した風景を映し出していった。司令官が乗っていたのと同じ大型宇宙母船が現れた。数百万もの人を避難させなければならないからね。数百万だって？僕は驚いていった。度数の高い人というのは思った以上にたくさんいるんだよ。悪いように見える人でもその悪い行いは単に不正に対する反逆に過ぎない場合が多い。ただ間違った表現方法をとってしまっているんだ。また別の場合、悪い機構、悪いシステムによって生み出された集団的な悪習とも言える。一般的に言って世の中の習慣や必要性が悪い行いを強要している。だからこそ我々の送っているメッセージを広めることが重要になってくるんだ。多くの人々がメッセージに耳を澄まし目覚めていくことで今見ているような破壊への危険が少しでも減っていくんだ。つぶさに映し出される都市上空での円盤の作業。たくさんの人々が輝く光を受け空に向かって浮上していった。驚きと恐怖の表情を浮かべた顔もあったが、多くの人たちには安堵と喜びの表情が現れていた。どうしてこんなに暗いの？何千もの核爆弾が破裂したところなんだ。すぐに放射能の雨が降り始めるよ。この後星は人々が生き延びるには不可能なほど冷却するんだ。ある円盤が山の上を通過した。下から一団のグループが合図を送っているが、その円盤は見向きもせずに通過していった。どうして助けてあげないの？彼らは十分なレベルに達していないんだよ、とアメが言った。ああ、センソメトロ、感覚計で進歩度を測ったんだね。いや、この場合その必要はない。このグループの人たちは文明の危機に背を向けてきたんだ。みんなで協力して直面している問題を解決する代わりにそこから逃げ出すことを選んだんだ。ただ自分たちだけの命の救済を求めた人たちは今その命を失う。別の人生の別のチャンスを待たなければならない。映像はアミの解説とともに数々の無残なシーンを映し出していった。汚染された塵の雲に覆われ真っ暗になった世界。揺れの収まらない中で死んでいくたくさんの人々。山のように高い大津波が海岸線を乗り越えてすべてのものを破壊していく様子。同時に何千もの円盤がほんの数百万の人だけを救出して他の大多数の人たちを死の中に置き去りにしていくありさま。僕たちには息が止まるほどの強いショックを与えた。ビンカは泣いていた。もうすべてがおしまいだと分かったとき、山に引きこもって自然に囲まれた生活を求めた人たちをこのまま見捨てていくなんて、あまりにもひどすぎると思うよ、アミ。そうじゃないんだよ、ペドリート。
彼らはまだ救いの道が残っている時に何もせずに逃げ出したんだ。彼らがもし何かをやっていたら、それだけでこの世界は自滅しないで済んだかもしれないんだ。水亀の水が溢れ出すには最後の一滴で十分なんだよ。ハーミにそう説明されたけど、かわいそうなあの人たちを置き去りにするのは何か彼らに対する報復でもあるかのような気がした。そうじゃないんだ。ただ良い種の選択をしているんだよ。良い人たちだけによって戸を開け放したままでも安心して眠れるような、自分のものを兄弟と同じように他人が自由に使ってもいいような安全な社会を作り出せるんだ。今見ているような逃げ出した人たちというのは残念なことだけど良い種ではないんだ。もし仮に新しい世界に住むチャンスを与えられたとしても、彼らは人々に奉仕したり協力したりする行動は取らないよ。本当に単純なことだけど、彼らには愛が不足しているんだ。実際に彼らはそのエゴイズムによって逃げるという行為に走ってしまったんだよ。健康な生活とか心身の浄化とか精神の進歩とかいった名目にカモフラージュされたエゴイズムだ。ちょうど自分の健康が第一だと言って病気に感染するのを恐れて病院を逃げ出す医者のようなもんだよ。もし全ての医者がそうしたとしたら、かわいそうなのは病人たちの方だよ。アミの説明のおかげで前よりもずっと状況が理解できるようになった。でも彼らの運命を考えただけで本当に胸の詰まる思いだった。こんなにたくさんの犠牲者を出さないで平和な世界を手に入れる方法はないの、ハミ？とてもいい質問だ、ペルリート。どうして？だってそれは可能だからさ。これから別の星の映像を見てみよう。ここに別の世界の記録がある。アミは新たにコントロールボタンを操作した。窓に新しい映像が映った。今度は地球やキアにとてもよく似た世界だった。人々も様々な人種まで地球人にそっくりだった。ある主要都市にある巨大な建物の入り口にたくさんの人々が集まっていた。今君たちは歴史的な瞬間に立ち会っている。たった今この星の世界政府が成立したところなんだ。各国から選ばれた代表者は普通の政治家とは違うんだ。じゃあ何なの？宇宙計画の奉仕者たちだよ。この世界では今、宇宙の法、神の法による統治が始まったところなんだよ。素晴らしいわ、とても。ビンクはひどく感動していた。このグループは宗教界や精神科において活動するグループをはじめ、エコロジストや平和主義者から構成されている。彼らがすべての文明世界で実践されている兄弟愛に基づく共同生活を提案したんだ。そして人々が彼らの言うことを信じることにしたんだよ。もう他には全く選択の道がなかったんでね。どうして？世界的な規模の経済恐慌があったんだよ。それと並行しておびただしい数の核実験や環境汚染、そして地下資源の過剰乱開発、生態系のアンバランスが起きて、気候の異変が農産物を侵し始めていた。そして新しい伝染病やペスト、疫病、さらに世界各地でたくさんの戦争があった。社会システムの対立が原因で引き起こされた戦争もあれば、国境をめぐる戦争、異なった宗教間の戦争もあった。すべてのお金が戦争につぎ込まれ、飢餓や貧困、恐怖が世界中の至るところに生み出されていた。人々はもううんざりしていたんだよ。そんな世の中にね。そしてこの集団狂気を何とか食い止める可能性のある道が一つだけ残された。そんなわけでみんなの合意を得て平和的にそれを試みることにしたんだよ。窓ガラスを通していろいろなシーンが映し出された。今ちょうど世界政府の新たなる法が執行されるところだよ。すべての都市の何千何万という人々が膨大な量の世界兵器の前にいる。僕の星のある人たちにとってはまさに誇りの対象である小銃、機関銃、大砲、その他あらゆる破壊的な武器が山積みにされている。何してるの？すべての国、いや今となっては元国、
つまり世界政府の州の自治体が武器を別のものに変えているところなんだ。大きな炎が金属を溶かしていた。港では戦艦を輸送船に、空港では戦闘機や爆撃機が旅行機に、戦車はトラクターにと作り変えられていた。僕はそれを見て、アーミから最初教わっていた預言者イザヤの言葉を思い出した。聖書にあるその言葉をここに書いておこう。そして彼らはその剣を隙の刃に、その槍を鎌に打ち直し、人々は人々に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。イザヤ書2章4節。炎が金属を溶かしている間、人々は感動に打ち震えながらある歌を合唱していた。そして多くの人々は熱い涙を流していた。まさに友愛と平和の象徴的な場面だった。これからよく注意して見ていてごらん。一番いいシーンだ。とアミは僕たちに言った。空に何千何万という輝く飛行物体が現れ、円を描いて炎の周りを飛び始めた。人々は感動と喜びの挨拶を送っている。いくつかの円盤は下降し、搭乗員が円盤から降りて破壊と暴力を永久に放棄したその星の人々と合流して喜びを分かち合っている。空からの訪問者が拡声器を通して地上の群衆に向けて話し始めた。この星の皆さん、今日の記念すべき行事は宇宙からの建設的なインスピレーションの力を受けています。それはあなた方のハートの一番素晴らしい部分に影響を与え、未来を救うための戦いを推進させました。あなた方は自分たちのエゴイズムや無知や不信や暴力を克服しました。これは宇宙信仰世界に仲間入りできる証でもあります。これからはもう未来にあなた方の前に苦悩は待っていません。宇宙のハーモニーと合致した愛によって統治されるシステム作りができるよう、豊かな科学や精神上の知識をすべてあなた方に提供しましょう。そうするために我々は来たのです。人々は幸せいっぱいの表情で抱き合ったり、驚嘆したり、円盤の方に両手を大きく広げたりしている。そのあまりにも感動的な場面を前にして、ビンカは人目もはばからず大声を出して泣き始めた。僕は胸に突き上げてくる強い感動を何とか抑え、アミに一つの質問をした。どうしてここにいる人たちは空飛ぶ円盤の出現に全く恐怖心を抱いていないの？アミは笑って答えた。とても簡単なことだよ。前もって情報は知らされていたんだ。この星にいる我々の仲間によってね。愛によって動いているすべてのグループや団体は我々の存在と援助のことを知っていて、人々がすべての武器をなくし統一を果たした暁には、自分たちの兄弟にあたる宇宙人の円盤が現れるという我々のメッセージを予言して人々に説いていたんだよ。そのおかげでここの人たちは世界主義的な意識を徐々に受け入れつつあったんだ。だから君たちの使命というのはとても重要なんだよ。ビンカは目の前に繰り広げられていた兄弟愛的な光景に感動して叫んだ。私あそこに行きたい。お願いアミ、連れてって。アミはそれを聞いて笑っていった。僕に何を注文しているのかまるで分かっていないようだね。いいかい？この映像はずっと昔のことであって、この出来事が起きている時には君たちの世界にはまだ文字すら生まれていなかったんだよ。そんなこと信じられないわ。とにかく信じることだね。どうしてそんな昔の古い映像を映してるの？それともこれ以外助かった文明は一つもないとでも言うの？アミの笑いから僕はまた自分が見当違いのことを言ったのだとすぐに分かった。この映像を選んだのはこの人たちの姿が君たちにとてもよく似ているからなんだよ。その方がずっと身近に感じるだろうと思ってね。もしその気になれば同じような光景はこの銀河系に数千とあるし、どんな時代のものでも見せてあげることができるよ。
とにかく私、実際に行ってみたい。そして、数千年後にどんな風に進歩したかということを確かめてみたい。連れてってあげたいけど、時間がない。今見た世界は現在、君たちが行ったことのある文明世界にとてもよく似ているとだけ言っておこう。でも今ではもうたった一つの人種しかいないんだよ。そして、たった一つの人種だって？でもいろいろな人種の人がいるじゃない。そう。でも時とともに根結しちゃって一つになっているんだよ。だからもう元々あったそれぞれの人種の原型っていうのは全く存在していないんだ。ビンカはちょっと悲しそうな顔をしていった。じゃあ今ここに写っている人たちはもうみんな死んじゃったんだ。アミはそうじゃないと言わんばかりに明るい表情をして、とんでもない。今でもみんなピンピンしているよ。僕たちはとても信じられないといった顔をして説明を求めるようにアーミを見た。だってオーフィルでは60歳ぐらいに見える男の人が本当は500歳近い年齢だった。今映っている人たちはオフィルで見た男の人よりもずっと若く見えるのに何千歳ということになる。一度ある未開世界がそれを出して信仰世界に入るとその人たちは永遠に生き続けられるんだよ。ビンカも僕も目と口を大きく開けたままだった。アミはそれを見てまた笑った。笑ってごめん。でも君たちの顔を見たらついおかしくてね。でも当然だよね。とてもびっくりするだろうけど、これは本当のことなんだ。我々の科学と精神科における発見が細胞の老化を食い止めることを可能にしたんだ。信仰世界に入ればその知識すべてを受け取ることができるからね。僕にはほとんど理解することができなかった。あのオフィルの男の人は500歳だというのに、今ここに写っている人よりは年を取っているように見えた。つまり細胞の老化が起こっていたわけだ。どうしてオフィルのあの男の人、若く見えなかったの？それは彼の体がそれほど若くないからだよ。アミは少し意地悪げに答えた。それどういうこと？すべての人が永遠に自分の細胞が老化しないことを望んでいるわけではないんだ。中には他の人よりも早く進歩する人もいる。そうなると今まで住んでいた世界が小さくなるんだ。もっと上の世界に行かなければならない。それには今まで使っていた体を返さなければならない。その体のまま行くわけにはいかないから、古い体がもう使えなくなるまで老化させる必要があるんだよ。死ぬまで？体だけね。信仰世界の人たちは肉体から離れても目覚めたままで、どうやったら意識を持続させることができるのかをちゃんと知っているんだ。こうして意識も記憶も失わない状態で、古い体から新しい体へと移るんだよ。永遠の命というのは信仰世界の文明にたどり着いた人たちにとってははっきりと保証されている事実なんだよ。保証されている？うん。それには君たちの世界の聖書を正しく解釈できなければならないんだ。そこには永遠の命が約束されているだろう。ある人たちの。じゃあ死はどういうことなの？死なんてどこにも存在していない。神がそんなことを許すほど悪だと思っているの？ただ状態の変化があるだけで、魂は永遠なんだ。未開文明の人たちは前世の記憶を維持したまま肉体が変わることを許されていない。それが死という幻想を生み出すんだ。でも文明世界の人たちは皆過去の経験をはっきりと覚えているんだよ。ビンカはうっとりとして聞いていた。じゃあ上の世界にはどうしても行かなくちゃならないね。その通りだよ。でも繰り返すけど、それは自分で手に入れなくちゃならないんだ。努力なしには何も手に入らないからね。アンブロキータは種をまかなければ集客できない。何そのアンブロキータって。僕の星のとても美味しい果物だよ。それを聞いて僕はアミが前の旅で僕は彼の星に連れてってくれると言っていたのを思い出した。ところでアミ、と僕が言いかけると、そうそう、ところでアミ、私をアミの家に招待してくれるって言ったでしょ？とビンカが言った。僕の家だって？アミは驚いたふりをして見せた。僕そんなこと言わなかったよ。
ただ両親を紹介するって言ったんだ。知っていると思うけど、文明世界に行ってもまだ円盤から出ることはできないからね。実はこれからまさに僕の星に向かうところなんだよ。銀河人形へね。銀河人形？それ何？僕の住んでる星のことだよ。すぐに着くよ。なんて可愛い名前なんでしょう。トビンカ。少なくとも君たちの星の名前よりは聞いた感じが綺麗だよね。だってキアとか地球とかいうのはあまり詩的じゃないからね。文明世界の名前ってみんなロマンチックなのかどうか聞いてみた。ほとんど全てがね。中には古い名を残しているのもあるけど、一般的には大抵詩的な名前を選んでつけるんだよ。世界や地方や山や川や沼や湖、道などにね。キアでは英雄の名をつけるのよ。英雄ってはっきり言えば軍人や戦士のことだろう。君たちの世界は暴力的で好戦的だからね。もし君たちがもっと進歩していたとしたら、芸術家や科学者、詩の名前をつけるだろう。そしてもっと進歩したら、もっと美しい名前をつけるようになるよ。それを聞いたビンカは喜んで、僕の横に来ていった。ねえペドリート、この野原を一緒に散歩しましょう。青い鳥通りを通って魔法の鏡広場まで行って。ビンカは僕の手を取って後ろの空間へ僕を連れて行った。とてもいい考えだと思ったけど、どうもついていけなかった。僕は小心だから第三者がいるといつも持てることができなくなってしまうんだ。もししようと思っていることが人のためになることなら、他の人の意見なんてポケットにしまい込んでしまいなよ。アミが操縦室から僕に言った。ペドリート、人の言うことばかり気にせずに自分自身になれることを学ぶんだ。翼のついたハートの意味をもっとよく理解するようにね。ビンカは二人の遊びにアミがテレパシーで干渉してくるのを嫌がった。彼に向かってマイクロフォンでアナウンスする真似をしていった。搭乗員の方へ申し上げます。他のメンバーのプライバシーにはどうか干渉なさいませんようにお願いいたします。全くその通りだね。文明世界には個人のプライバシーを軽視しているという罪がある、とアミが言った。ビンカはそれを受けて冗談を言った。じゃあアミ、どうして牢屋の中に入っていないの？申し訳ない。僕には他人が考えていることをキャッチできるという大きな欠陥がある。君たちはとても良い未開人だから、考えるときにものすごいボリュームの雑音を出す。ボリュームをいっぱいに上げたラジオの音を聞かないでいるというのは優しいことじゃないよ。まだ君たちは自分の思考を鎮めるっていうことを学んでいない。もしその方法を我々が知らなかったとしたらどうなると思う？テレパシーが発達しているから聞こえてくる不協和音だらけでもう耐えられない状態になるよ。だから我々が君たちの世界で仕事をするときはその雑音が少ない場所を選んでそこを経由するんだよ。この話にはとても興味をそそられた。でもビンカは僕と二人だけで話をすることを望んでいた。彼女に悪いから口に出さずに頭の中で話しかけるやり方でアーミに聞いてみた。地球のどんなところが思考の雑音の少ないところなの？惑星という巨大な有機体の中ではより繊細な部分があるんだよ。すべての場所が皆同じじゃないの？髪の毛の細胞と脳細胞は同じじゃないだろう。それと同じように星にも特別なところがあるんだよ。その地点はエネルギーの放射が他の場所に比べてずっと繊細なんだ。そこに住んでいる人は雑音がより少ない。だから我々にとってはその地方を経由する方が望ましいんだよ。もうこの辺で私たち二人だけで話をさせてくれた方がずっと望ましいわよ。とビンカが冗談とも本気ともわからない声で言った。わかったわかった。でもなるべく君たちの混乱した思考やコントロールを失った感動の雑音を立てないようにね。感動の雑音を立てるの？とまた頭の中で話しかけてみた。ネガティブな感動やコントロールできない感動は最悪の雑音の原因なんだよ。
でもこの辺にしておこう。瓶下に円盤から追い出されてしまうと困るからね。と笑って続けた。君たちの安っぽいメロドラマはそんなに長く続けられないよ。もう着いたからね。僕の星、銀河人形だ。